、お疲れ様です。2体目の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。はい、今回もね、キジトラレッスンというところで、第4回目です。で、このキジトラレッスン、今回ね、レッスン1からレッスン9まであるんだけども、動画見ながらね、作品最後まで作り上げた人は、希望する人はね、僕の方にね、写真送ってもらったらね、僕がね、しっかりとアドバイスをする動画をね、個人個人に作って渡しますので、有料なんだけどね、そんなイベントもやるので、楽しみにしてください。はい。でね、今回のパートは何をやるかというと、この毛色、混毛して毛色を作るやり方。こんな色を使ったら、この色が作れますよっていう紹介と、あとね、耳の植毛から装着までをやっていきます。ただね、耳の装着とか作り方って、これ結構人それぞれやり方あると思うから、すでに自分で耳の作り方が確立している人、例えばさ、僕はフェルトで作っていくんだけども、違う素材を使ってね、粘土使いますよっていう人もいるかもしれないし、全然違う作り方でやってますっていう人もいると思うんで、そういう人はね、自分の耳の作り方でいいです。ただね、ちゃんとまだ作れませんっていう人はね、ぜひね、この動画見て、僕のレッスンの通りに作ってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、そんなとこで、じゃあ本編の方始まります。はい、頑張ってください。はい、今回のパートでは混毛要領、それから耳の作成、装着までね、一気にいきます。今回、キジトラでメインに使う色はね、この4種類を使います。今ね、一番最初に準備した色は、カシっていうね、色なんですけども、で、その次ね、この明るめの茶色はね、柴犬とかに使うような毛色を使います。これをね、1束5センチくらいでカットしてるんだけど、まずカシはそのまま1本丸々と、でそれに対して柴犬系の毛色を4分の1。で、今ね、ちぎっているこの焦げ茶、これはバッファローなんだけれども、これを4分の1。同じようにこういう風に合わせます。はい。ここからはね、単調な作業になるんで、4倍速にします。でね、大体ね、こうやって3色、4色をね、混ぜると、ね、深みのある色が作れると思うので、今回はね、この3色をキジトラのベース色にします。でね、もうこれをね、この割合で作れるなって思ったらね、一気にね、もう量を作ってしまいます。混毛してね。っていうのはね、やっぱりこのちまちま作ってると、なんていうかな、この植毛してる時に途中で毛がなくなっちゃって、で、そこで一回集中力切れちゃうから、僕はね、結構な量をね、一気に混毛してしまって、それで作業に取り掛かるようにします。じゃないとね、こうなかなかね、同じ割合では作っているんだけれども、やっぱね、どうしても微妙にね、毛色の違いとかも出てきたりもするので、可能ならね、最初にこうやって作っちゃった方がいいですね。もちろんね、最初の頃ね、量がわからないから、なかなかね、どれぐらい準備していいかわかんないと思うんだけども、あんまりね、余すことはないと思うから、足りなくなることはあっても、少しね、多いんじゃないかなっていうくらいでね、用意しててもいいかもしれないですね。で、これね、毎回こうやって混ぜる色が必ず全て、なんていうかな、綺麗な、このね、混毛した色に揃う必要ないです。微妙にね、それはね、ちょっとぐらいね、色の差が出ても構わないです。だってね、動物の毛色って綺麗な染めたような一色じゃないじゃないですか。いろんな毛色が混ざってるからね。だからね、そんなにミリミリ細かく、これもね、若干まだらの状態なんですよ。そこまでね、綺麗に混毛してない。もちろんね、濃い色がね、束になってたりとか、明るい色がね、束になってるのはちょっと目立っちゃうから、そこは混毛するんだけども、でもね、そこまでね、ほんとすごく綺麗に混ぜ合わせた色にする必要はないです。これね、僕の混毛のやり方ってこうやってね、ブラシ一つに対してこう指でね、引っ張ってやるやり方なんだけども、これはね、それぞれね、自分の今の混毛の仕方でいいです。で、ブラシ2つでね、ガシガシやるのもいいし、僕もね、以前ね、ブラシ2つ使ったんだけども、確かにね、早いような気がするんだけれども、結局ね、なんか毛の向き、いろんな方向に向いちゃうから、こっちの方が早いし綺麗だなと思ってね、
綺麗だっていうのはなんていうかな、この毛の流れが綺麗に作れる。ブラシでね日本でガシガシやっちゃうと毛がすごく傷むような気がして、で今このやり方にしてんだけども、はい、ここからねちょっとね白単色をねほどいていきたいと思います。で必ずねこのほどくっていうかほぐすね、これメリノだからこう綺麗に初めから揃ってるじゃないですか、毛の流れで。そのまま使っちゃうとなんていうかな、綺麗な毛並み表現できないから、必ず単色で使う場合も絶対にこうやってほぐしてあげること、これはね絶対にやらなきゃいけないことです。はい、してね白の他にもね、これはバッファローそのまま単色でさらに使います。なのでこれもちょっとねほぐしておく。でこれ単色で使うっていうよりもさっきね3色一番最初に作った3色のベース色に混ぜたりして、濃くしたり、さっきの白はベース色に混ぜて薄い茶色を作ったりとか、そういう風にね使っていきます。こんなね4色を準備して今回は進めていきます。耳はねこうやって薄くできてる耳に対して毛をね植毛というかね貼り付けていくということですね。でさっきのねバッファローと混ぜます。耳の裏ってさ結構色濃いめでしょ。もちろんその子の個体差によるんだけども、平均してね耳の後ろの毛って体の毛よりも少し濃いめになってるはずだから、そこの毛色をしっかり見て色を調整してこうやって貼り付けていってあげる。もうそのまま毛の流す方向だけを考えて、あとはもう貼り付ける。で今これ叩いてる針はスピード針です。でスピード針でこれ刺すというよりも叩きつけて貼り付けるという感覚です。この耳のベースあるじゃないですか、こうやって上から叩いて針がこのベースを突き抜けないように刺すんです。これを力入れすぎて突き抜けるほど刺してしまうと、これね耳を剥がす時が大変なのと、反対側にこのね今貼り付けてる毛が飛び出ちゃうので、やってたらね少なからず突き抜けちゃうんだけど、でも感覚としては突き刺すじゃなくて貼り付けるっていう感じでやっていってください。でね今これ少し薄い色になったの分かる？だんだん色を薄くしていく。で濃い方と今かぶせた色のこのなんていうかなグラデーションになるように、上の方はちょっとねこう貼り付ける厚さを薄くして、そういう風に調整してあげたりとかね、そこは工夫してあげる。いきなり色が変わらないように。僕はねやるときにだいたい左右の耳をね同時並行的に進めていくんです。その方がね色も合わせやすいし、形もね見ながらできるので、この辺はねそれぞれいろんな耳の作り方もあると思うので、やったことない人はね僕のこの動画ねちょっと見ながら、でもしスピードが速ければね倍速遅くしてみてもらえればいいし、でもうすでに自分の耳の作り方確立してる人、例えばほら素材を違う素材で使う人もいるじゃない。そういう人はねこのパートは飛ばしてね次に進んでください。で今こうやって貼り付けてったね毛のところで際の部分がどうしても薄くなってね地肌っていうかねそのベースの部分の色が出ちゃってるので、それをね見えないようにまた刺していってやる。少しね端っこの方までねして耳のベース全部につける必要はないけれども、実際に作品の大きさと顔の大きさとね見比べたら耳のどの辺りまでねこうやって毛を貼り付けておけばいい
耳を装着する部分、のり面っていうかな、その部分も含めて毛は入れといてあげる。後で足りなかったら困るからね。多い分には問題ないけど。でこれね、3本針でね、細かくこうやってね叩いていきます。これはね、散々ねスピード針で叩いて、今ねこれ画面上じゃわからないけども、結構この叩いた表面がね、どうしてもこの針の穴ができてるから、今これね使ってる針は仕上げ針、細針です。で今これはねスピード針なんだけど、今この時点でスピード針を出してきたのは端っこの毛をねしっかりつけたいからです。でこっちもね薄いとこ今つけていきます。でこれもね仕上げ針で細かく叩いていきます。でそのスピード針で叩いた時のこれね、こうやって叩くと針の穴が見えると思うから、それをね埋めるようにして仕上げ針で最後上からね叩いて針の穴を消してあげるっていうかな、目立たなくしてあげる。その作業は絶対に必要です。これで今画面でも多分分かると思うんだけども、針の穴が見えるよね。結構毛の表面が雑というか粗い状態だから。で今はこれ仕上げ針で細かく何度も同じとこ刺してあげる、叩いてあげるっていうかね。それをすることである程度そのスピード針で開いた穴っていうのはきれいにすることができるから、これね穴が目立つうちはしつこくやってあげる。ただし仕上げ針だと針細いから結構スカスカ入っていっちゃうから、裏側までねこうやってね突き抜けないようにしてあげるのが大切です。でひっくり返したらこうやって反対側も結構ね、なんていうかな、毛羽立っちゃってるからもう一度潰してあげる。だいたいこんなところはね、よかったらね、バリカンでもハサミでもいいのでカットしてあげる。こっちもね、裏側をしっかりと整えてあげる。整えながらさらにね毛羽立った分寝かせてあげて薄くしてあげるっていうかな、この際の部分は。これもよかったら無駄な毛をカットしていきます。はい、こんな感じでね、まず植毛というか毛の貼り付けは終わりです。でここからは次に何をするかというと、ピンクの毛を貼り付けていきます。でね、これもね、なんていうかな、厚くねやる必要ないです。結構ある程度薄くていいです。とにかく毛をね貼り付ける工程でこの反対側に飛び出ている黒い部分、あれが見えなくなるぐらい隠すような感じで、スピード針を使ってるんだけど、これも叩いてしっかりと隠してあげる。このねピンクの毛もその子にモデルの子によるけど、あまりね白々しい真っピンクだと急にぬいぐるみ感出ちゃうから、その使うピンクの色もね気をつけて、肌色に近いピンク使うとか、なるべく自然に見えるようにしましょう。このね今ピンク貼り付けてるのもしっかりと叩くです。でこの時は本当に裏側に突き抜けないように気をつけてください。じゃないとさっきね植毛したっていうかね貼り付けた毛色、そこにねピンクが飛び出ちゃうから。でね
毛が足りなかったところはこうやって少量付け足してまたね叩いて補強してあげる。はい、大体ねこんな感じで仕上がります。で次ね、今度この耳の際をねきれいに整えていきます。耳作った時にもね出したけど、この蓋とかを使って、透明な方がね使いやすいんでね、こういったものを利用するのはおすすめです。どうしてもねここの際の毛が浮いてるので、それをしっかりと刺してやる。でこの時ね結構蓋と蓋なんでぐっと上から押し付けてやってます。形を整えながら浮いてる毛をしっかりと貼り付ける、差し固めるっていう感じですね。でとにかく耳はこの薄さね、この際の薄さ、これで見栄えがだいぶ変わるので、とにかく耳を薄く作ること。だけど耳全体をペラッペラに薄く作っちゃうと強度がなくなっちゃうから、そうではなく薄く見せるために耳のねこの今やってるね際だけ、ここをねどれだけ薄っぺらく見せるかで、耳のね中央付近はねそれなりに厚くても大丈夫なんですよ。とにかくこの際、これね、ここをどれだけ薄く見せることができるか、ここねすごく時間かけてやった方がいいです。結構ね上手に作ってるのに耳分厚くてもったいないなって思う人結構いるので、ここね。で今回はですね、今アイロンが見えたと思うけど、簡単にね耳の際をね薄くする方法を見せます。これはねヘアアイロン、カールアイロンっていうのかな、9mm のやつなんだけども、これね使ってます。これ普通のアイロンでもいいです。別にカールアイロンっていうかな、これなんじゃなくてもいいです。で今とりあえず挟みますけど、別に挟む必要もないです。上から圧着すればいいので。でこの手のアイロン、細めのやつがあったらねすごく便利だと思いますよ。とにかくこうやって際を押さえてあげて、でどうしてもアイロンを押さえたとこね毛色がテカっちゃうんで、ちょっと軽く全般的にはアイロン当てた方がいいんだけども、しっかりとねこうやって圧着してあげると結構簡単に平べったくなってくれるので、要すればここねアイロン当てるとこを少しね湿らせてあげるといいですよ。この際を少し水で湿らせてあげて、で水分飛ぶまでこうやってグッと温めてあげる。するとねかなり平べったく薄っぺらくなるので、このヘアアイロン、カールアイロンっていうのは専用で細めのやつ持っててもいいんじゃないかなと思います。結構ねやっぱりトイプーとかああいう作品、カールしてる毛を表現するときに結構使えるので、補助的にですね。はい、こんな感じでねアイロンで当ててやるとかなり薄くできます。でもまずアイロンだけでやるんじゃなくて、最初の段階でしっかりと薄っぺらく差し固めてあげて、その補助としてアイロンを使ってやるっていう感じの方がいいです。でね、今すでに作業に入ってるけども、つける時の耳の形イメージしながら立体的になるようにね、耳の3分の1ぐらいをこうやって折ってあげる。でこういうふうにね接地面をこういうふうにこういう形にしてやってもいいし、こういうふうにねこういう形でくっつけるのも別にどちらでもいいです。自分がねつけやすいやり方、そして耳がねしっかりと表現できる方法でやってみてください。でね、耳の装着位置がだいたい良かったらね、僕の場合はねこうやってもういきなりね耳をつけちゃうんだけど、これねやめた方がいいです。みんなは待ち針とかああいったものを使って一度しっかりと仮止めして耳のつける位置、それから長さ、そういったものをねちゃんとバランスを見てからやってください。
僕は慣れてるからね、今これをやってるだけであって。でこの耳をつける時の長さ、それがね結構みんな悩むと思うので、これを思い出してください。まあベースの時につける耳の長さって大体顔の半分よりちょっと長いぐらい、こうやって耳をつけた時に大体こう3等分できるか、それよりちょっと長いぐらい、それはねもうその子の個体によって変わるんだけれども、大体それぐらいでつけておけば、僕の植毛方法でなんていうかな、猫をね作っていくんであればちょうどよくなります。ただねその植毛方法がね、植毛がこう結構毛を立たせる植毛の仕方だと短くなっちゃうかもしれないから、ここはね一つの目安にしてもらって、あとはね作品を何度も作って自分の適切な長さっていうね、それをね感覚をねちゃんと自分の体に染み込ませるようにしてください。でね、今これ画面でやってるのは耳を装着し終わったんだけど、もう長さも場所も OK なので、しっかりとつけるために上からね、なんていうかな、綿々を貼り付けて完全に固定していきます。でね、これ今耳の際刺してたでしょ。これ何のためにやってるかっていうと、耳の形きれいに整えるためなんですよね。これまた後で言います。こんな感じでね、3分の1にこうやって折り込むために、ちょっとこう折りやすくするために跡をつけておく。で左右位置関係、それから長さを合わせます。でこれ僕もまたねいきなりやってるけど、みんなは待ち針とかでこうやってね仮止めをした方がいいです。でこっちはね顎の関節の部分のやや上につけるね、エラの部分っていうかな。で耳の形をしっかりと見せれるように整えながらつけていってください。こうフレームタイプの作品の時ね、後頭部がないからちょっとね引っ張ったりしてこうねうまく刺してあげてください。であまりね邪魔な部分はねハサミでカットしちゃえば OK です。でね、耳の際見ててくださいよ。ここ今刺してるとここがね膨らんでるとちょっとね猫らしい耳の形にならないから、ここをね形整えるようにしてください。ちょっとね今ねこれ耳の後ろね白い毛が出ちゃってるよね、刺しすぎて中から。で結構そんなミスも結構起きるので、ああいう部分はね後からね修正しなきゃダメです。外側を刺すだけじゃなく内側からもね刺したりして突き抜けないようにね気をつけながらして耳の形を整えて、でよければ上からね綿々貼り付けてしっかりと固定してあげる。で今ねこの刺してるこの頭の天骨部分っていうかな、頭頂部、ここはその耳のねこの貼り付ける時にこう耳の余白部分をこう固定したじゃないですか。だからその分ねベースが高くなっちゃってるんですよ。頭が高くなってるから、そこをね高くなりすぎないように耳を作る時にあまり分厚く耳を作っちゃいけないし、でどうしてもそれでもね高くなっちゃうから、この時に形を整えながらしっかりと全般のバランス見ながらやっていってください。今ねこれはね耳たぶ作らないんだけど、この辺にちょっと切れ目というかな耳の段差をつけてあげるとそれっぽく見えるんで、その程度で耳たぶを作るならその程度で全然十分です。もちろんねこの耳たぶすごくしっかり作りたいという人はね全然作っても問題ないんだけど、
ただ分厚くならないようにね、十分注意してやってください。あとね、これ耳の角度見てほしいのね。前にしっかり倒れてるの、耳がね。で、これフレームタイプだとみんなね、耳がね、後ろに寝ちゃうのね。で、そうなっちゃうとかなり前から見たら不自然になっちゃうから、とにかく耳は前に倒すっていうことを、ね、意識してください。はい、今やってるのもね、耳をね、前の方に倒すようにね、微調整してます。これぐらいの、今見えますかね、横の角度で、耳の際とかね、こういったところもしっかりと整えながらね、全般的にこう耳の形整えながらやっていく。猫らしい耳の形ってあるじゃないですか。あとウサギっぽい耳の形とかね。で、結構長くなったり、耳の先端部がこうすごく丸くなったりして、ウサギの耳みたくなる人も結構多いので、そういうところね、十分注意してください。はい、最後はね、指でしっかりと耳を整えて終わりです。はい、今回はここまで。はい、レッスンお疲れ様でした。というわけでね、今回は混毛の要領でどんな色を使ったらいいんだよっていうところと、あとはね、耳の装着まで行きました。で、結構ね、耳の装着、最後の方に言ってた耳の角度っていうのはこういうことね。こうやって作品に対して耳が前に倒れてないとおかしくなるのね。で、結構多いのがこのね、耳がね、こっち側に寝ちゃうの。すると、作品としては前から見たら正しいのはこういう風に見えるのが、こういう風に耳が引かさって見えちゃうのね。するとちょっとなんか怯えてるみたいでしょ。ってなると作品の見え方って出来上がり方、仕上がり方変わっちゃうから、しっかりとこの耳は前に倒そうねっていうのを意識して作ってみてください。はい、そんなとこです。またね、次回も続くので、ぜひね、チャレンジしてみてください。はい、それでは最後までありがとうございました。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。